ヤフオクで入手したアクセサリーを一つ一つ丁寧に見ていきます。残りあと何グラムあるんでしょうか。重さを測っていきます。はい、あと1201グラムです。どうも、ジャンク鉱山ラボです。前回に引き続き、このアクセサリーの残りあとおよそ 1.2 キロを引き続き見ていきたいと思います。では一発目、何が出てくるんでしょうか。じゃん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 、何が出るか。なんかキラキラの出てきましたね。こちらです。これ形がね、カメさん、なんかウミガメっぽいやつですね。カメ。ではこちらスマホのマクロレンズで見ていきます。はい、じゃーん。こちらなんか透明感のあるカットされたね、石がなんかキラキラとね輝いています。はい、これカメのお尻の尻尾の部分なんですけれども、こんな感じでね金色に見えます。はい、ではひっくり返して素材の刻印などがないか見ていきます。はい、こちらです。先ほどねキラキラに見えた透明感のある石なんですけれども、裏側からねなんか色を塗っちゃってるみたいで、こんな感じでカットされた感じはねわかるんですけれども、金色になっています。この金具の部分ですね、いろいろ見てみたんですけれども、素材を示すようなね刻印はありませんでした。ピンでね留められるようになっていますので、こちらブローチだと思います。はい、では次行ってみましょう。次は何が出るかな。じゃあこれじゃあなんか長いです。なんか光るね黒いなんか石が長いの出てきました。だんだんはーい、結構長いです。あ、重い。なんかこれ重いですね、結構。見た目細いんですけど、ずっしりしてます。本当に重い。なんかこんな感じのね、玉、ちょっと光ってるね、玉がついたネックレスです。はい、結構ね、重量感があるので、ちょっと重さをね、測ってみようと思います。あ、なんかペンダントのね、トップ、ペンダントがついてます。こんな感じのね、クロスモチーフの銀色のペンダントがついていて、あとこのちっちゃなね、なんか丸い玉がいっぱいついてるネックレスなんですけれども、重さをね、今測ってみますね。結構重いんで。123.6g ですね。まあちょっと首にかけるにはね、重いかもしれないですね。そんな感じの重い、素材です。では、こちらもスマホのマクロレンズで拡大して見ていきます。まずはこのつぶつぶの玉のあたりからですね。はい、こんな感じです。かなりね、ツヤツヤな、ピカピカなね、表面、独特な石です。はい、こんなピカピカでツヤツヤな、表面がね、ツルツルした感じの石なんですけれども、微妙にね、みんな形が違うんですね。工場で量産してる石だったりすると、こんなにね微妙に全部石違うとかはあんまりないと思うんですけれども、
これはね見ると微妙に違う。細かったり厚みがあったりとかね、全然違います。今度ね拡大してみるとこんな感じです。内包物が確認できるような透明感のあるものではないんですけれども、表面のこのゴツゴツした感じとか、あと傷なのか何なのか、こうやってね、形とそれから微妙に色も、違う箇所がありますね。これ何なんですかね。ちょっとね茶色っぽくなってるところもあるし、ゴツゴツ感が見られるところもあります。なんでしょうね。なんかこの光り輝くね表面がツルツルしてるところはテクタイトって呼ばれるね石に似てるような気はするんですけれども、実はテクタイトはとっても軽かったりするんですよね。見た目の大きさに対して手に持った時になんか軽いなって思うようなものなんですけれども、これはねなんか重たく感じます。なのでテクタイトではないと思います。あともう一つね何かなと思ったのは、磁石の材料だったりするフェライトとか、あとは何でしょうね、なんかそういうマグネット系のものなのかな。ネオジム磁石のこの材料とかね、ちょっとわかんないんですけれども、こちらじゃーん、こちらネオジム磁石という超強力な磁石です。これでくっつくか、磁性を見てみます。結構強力につきますね。見てください。こんなバチンってついちゃいますね。こんなくっついちゃいました。石の方が重たいんで、こっちからやるとね釣れる感じはないんですけれども、逆にねこうやってやるとつくのがわかると思います。なんでしょうね。なんだろうな。あとですね、金具の方も見ていきましょう。ここに金具がついています。こちら引き輪と呼ばれるチューブ状のね金具です。ネックレスなんかによく使われる金具なんですけれども、素材を示す刻印があります。これねスターリングって書いてあります。スターリングはスターリングシルバーのスターリングです。なので、銀が使われているという意味なんですけれども、他のパーツにもあるのかちょっと見ていきたいと思います。これ反対側の留める方の輪っかなんですけれども、これには何も書いてないのかなと全部見てみますけれども、特にこっち側は刻印ないみたいですね。ただ金属光沢がね結構あって、少し黒っぽい色になっているので、銀なのかなと見た感じでも思います。であとはこのペンダントのトップですね。こちらも見ていきましょう。こんな感じのね表面の素材感は先ほどの引き輪と同じです。あと素材を示す刻印をね探してみましょう。なんかありました。刻印が見えるんですけれども、なんて書いてあるのかわかんないですね。でもこれねいわゆるホールマークっていうやつだと思います。外国の、比較的古い製品の中にはこういったねホールマークが決まっていて、その形によって年代が分かるようになっていたりします。こんな感じで表面のねこの金属光沢ですとか黒くなっているところは銀のね特徴と一致するんじゃないかなと
思っています。そして先ほどのホールマークなんですけれども、ちょっと気になったので Google レンズの方で調べてみました。Google レンズの方では先ほどのホールマークについてと、あと特定のブランドのねマークを EC サイトの画像やなんかと一緒に、出してきました。イギリスのホールマークがとても有名なんですけれども、ホールマークの場合は比較的古い年代のものを表していたりします。年代ごとにこのライオンのマークだとか、なんか狼みたいなマークだったりとか、王冠のマークがついていたりとか、それぞれ違うようになっているんですけれども、こちらはですね、先ほどのこの引き輪と呼ばれるパーツが近代的な工場で量産されているパーツなので、そういったね古いものではないんじゃないかなと考えられます。なので、Google レンズの方で、2パターンね回答を出してきたんですけれども、おそらくですね、私は何かしらの、特定のメーカーが製造したよっていうマークなんじゃないかなと思います。なので、いわゆるアンティーク的な製品とはね、違うんじゃないかなと思います。で、あともう一つね、この変わったね、重たい石、ツルツルの石についても、Google レンズの方で見てみたんですけれども、ヘマタイトとか鬼傷なんじゃないかなっていうことを、画像と一緒にね、回答が出てきました。で、思ったのはですね、この磁性ですね、磁石がつくという特徴と見た目のツルツル感からヘマタイトとかそういうんじゃないかなと私は思っています。正確には鑑別を取る必要があるんですけれども、ざっくりなんですけれども、ヘマタイトのこの粒がついたね、この石のネックレスに、銀のね、素材が使われたパーツだったり、ペンダントトップがついているものなんじゃないかなという結論です。はい。ではこちら、綿棒の空き箱に入れておきます。前回のね、実況の時にちょびっとね、シルバーのパーツ取れたので入れておきました。そこに追加したのでちょっとね、増えました。はい。では次行ってみましょう。次はですね、何が出てくるのか。じゃん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 。はい。なんかこのね、色の感じ、とっても半分透き通ったような感じのね、綺麗なネックレスです。天然石っぽいですよね。はい、こちらもスマホのレンズで見ていきましょう。はい、拡大してみるとこんな感じです。とっても綺麗なね、透明感のある独特なね、ちょっとね、オレンジがかった色なんですけれども、こういう天然石っぽい玉がついています。はい。こちらね、この辺りに何か黒いね、点みたいなのが見えるんですけれども、これもね、何かしらの天然由来の特徴なんでしょうか。はい、ここにもありますね、なんか黒くなっています。はい、他にもちょっと見ていきましょう。なんか色のね、この偏りだとか内包物らしきものが見えています。あとですね、こちら、この辺りがね、縞模様みたいになっていますね。はい、この辺なんかちょっと目のっぽいのかなという印象があります。はい。では次に素材を示す刻印がないのか見ていきましょう。はい。この金具の形はですね、過去の動画でも似たようなものを見ています。
やっぱりね、天然石みたいなのがついたネックレスの金具だったんですけれども、はい、今回はどうなんでしょうか。ひっくり返してね、刻印がないのか見ていきます。あ、なんか書いてありますね。はい、ちょっと向きをこのように調整しまして、もうちょっと拡大。はい、925。ちょっと端っこが見えづらいんですけれども、この流れでいくと S なのかなと思います。925シルバーの刻印のようです。はい、ではね、こちら、ここからね、ちょっとなんですけれども、銀が取れるかもしれないということで、はい、こちら、綿棒の空き箱にさらに追加しておきます。はい、ちょっとずつなんですけどね、溜まっていきました。ではね、次行ってみようと思うんですが、今ね、ネックレス取り出すときに、こちら、このちっちゃいね、ペンダントトップがくっついていて、落っこちてしまったので、これをね、続けて見ていきたいと思います。はい。じゃん。こちらね、宝石用の10倍拡大のルーペで見ていきましょう。こんな感じです。はい。何やらですね、天然石のようなものがついているペンダントトップです。はい、こちらもじっくり見ていきましょう。じゃん。はい、うっすらピンクがかったね、天然石っぽい丸い玉がついています。もうちょっと拡大してみると、こんな感じでね、表面に何やら特徴らしきものが見えます。あと、内包物ですね。中に、完全な透明ではないので、はっきりは見えないんですけれども、なんか入ってる感があります。はい。ところどころ見える、この色の濃い部分ですね。なんかね、ちょっとだけ赤みが強いところがあったりするんですけれども、私はこれは染色したのかなとちょっとね、思っています。このね、ひびみたいになってるところに浸透させるひび入れ法っていう染色があって、なのでね、普通のクォーツみたいなのに色をつけてローズクォーツっぽくしてるのかなとちょっと思ってるんですけれども、実際はね、やっぱり鑑別を取らないと分かりません。で、素材を示す刻印がないのか、こんな感じで見ているんですが、ちょっとね、なさそうです。自分の目でもね、こうやって見てみるんですけれども、どうだろうな。この金具の内側ですね、この内側のところに、こうやって見るとね、なんか書いてあるっぽいんですよね。この辺ですね。ここです。ここにもしかしたらなんか素材を示すものが書かれているのか、それともただ雑な加工でね、こんな風に見えてしまっているのか、ちょっとこのままだと分かりません。はい。なので、磁石をね、つくかどうか、思いっきりついちゃいましたね。こんな感じで磁石がついちゃいます。はい、そんな感じのね、ちょっと独特な感じのペンダントトップでした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃん。あら。なんかこういう変わった素材のネックレスです。はい、これ、なんでしょうね。これちょっとわかんない感じなんですけれども、見ていきましょう。じゃじゃん。はい、いきなり思いっきり拡大しちゃったんですけれども、表面がね、なんかこんなゴツゴツの、
穴が開いてるね、なんか不思議な素材です。一つ一つが全部ね、形や模様が違うので、天然由来の何かしらの素材なのかなと思うんですが、これは何でしょうね。ちょっとサンゴっぽいなと思ったんですけれども、青いサンゴってちょっとあんま見たことないんで、色をつけてしまったのでしょうか。それともこういう素材なのかな。ちょっとこれはかなりわからないやつですね。で、この今映っているところは、これもっと拡大するとわかるんですけれども、はい、表面にこのね、小さな白い点が見られます。これね、極小反応といって、金属の素材のね、銅とか真鍮とかの腐食に見られる現象です。なのでこの部分だけ金属のパーツが使われています。そして今度はこの白いところですね。これ何なんでしょうね。表面ツルツルです。丸い加工はされてるんですけれども、やっぱりね、見た感じ自然素材。私はこれは貝殻なんじゃないかなと思っています。はい、さらに続くと、先ほどのこの青いなんかわかんないのがずっと続きます。ということはこれ、なんか貝みたいなやつなんですかね。貝を加工してこんな風に色をつけたのか。結構でも不思議な素材感がね、ありますね。なんか薄くなってるところとかを見ると、染色したんじゃないかなと、感じるところなんですが、はい、素材を示すような刻印は見当たりませんでした。はい、こんな感じのね、こうくっつけるときにこうやってくるくる回すタイプの金具は結構ね、古いものだったりします。はい、そんな感じの謎のね、ネックレスでした。はい、では次行ってみましょう。次、じゃーん。はい、こんな感じのね、なんかパワーストーンブレスレットみたいなのが出てきました。ここにね、お花のマークが、レリーフがついています。はい、こんな感じです。ではね、こちらも拡大して見ていきましょう。はい、じゃーん。これね、なんかお花のレリーフがされている透明のね、パーツです。これね、天然石なんじゃないかなと思います。というのは、こんな感じでね、ちょっと内包物っぽいものが見えるので、違うかな。なんかガラスっぽいやつを加工しただけなのかな。でもこの辺も結構ね、いい感じになってます。はい。では続けて隣見ていきましょう。隣はね、ちょっとなんか人工的な素材っぽいですね。この辺の色の感じとか。あとはこの透明な感じね。が、ビーズみたいなやつの、ガラスっぽいやつなのかなと思うんですけれども、こっちね、なんとなくローズクォーツっぽい玉がついています。はい。こんな感じで、内包物も見ることができます。はい。そんな感じのパワーストーンみたいなブレスレットでした。はい。では次行ってみましょう。痛いわ。はい。なんかとんがってるやつがあって今痛かったですね。はい、こんな感じの、これが原因ですね。このブローチのピンがね、ちょっと外れてました。こんな感じの傘のモチーフの、ブローチです。じゃーん。はい、こちらも見ていきましょう。はい、
金色のような印象なんですけれども、こちらね、おそらくね、真鍮の色なのかなと。なんかそんな感じに見えます。キンキラキンのね、金色じゃないんじゃないかなという色ですね。でね、この持ち手のところにちょびっとね、ライスストーンみたいなちっちゃな装飾がされています。はい。素材をね、示すような刻印は見当たりませんでした。はい。でね、ちょうど、今、ここね、ブローチの起こすパーツね、これブローチにほとんどにねついてるんですけれども、ここがねこんな感じでゆるゆるになっちゃうと、簡単に外れてね、こうビヨーンってなって危ないんですね。でこれ簡単に直すことができるので、せっかくなので、よいしょ。はい、じゃあこれねやっとこっていう工具です。これでね、この部分ですね。さっきの、逆か、こちら。ここね、この金具がついているところを軽くね、こんな感じでギュッて、軽くなのにギュッてなんか変ですけどね。はい、こうやってギュッてやってあげると、少し硬くなってね、起こすのがちょっとね、ちょうどいい感じになります。はい、そんな感じのブローチでした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。お、なんか指輪出てきました。はい、こんな感じです。あ、手袋破けちゃった。はい、こんな感じの指輪が出てきました。では、じゃーん。こちらね、指輪のサイズを測るですね。ゲージ棒になっています。これでサイズ見てみましょう。こんな感じでスッと入れまして、ここのね、数字を見ます。はい、だいたい21号ぐらいですね。こんな感じで、ちょっと大きめなのかなの指輪です。はい、素材を示す刻印をね、こんな感じで、ルーペで、指輪のですね、この内側ですね、これをずっと回しながらね、見ていくんですけれども、何にも書いてありません。素材を示す刻印はありませんでした。ではね、拡大して表面の方を見ていきましょう。こんな感じの、かなりね、ツルツルのピカピカの金属光沢が見られます。はい。で、こんな風にね、表面のところを、レリーフのようなものがあって加工されています。なんかね、シルバーのね、アクセサリーにありそうなね、こういうフレアパターンみたいなね、なんとなくレリーフがされています。はい、ただ刻印がないのと、あと、はい、かなり硬い感じの印象です。では、このね、ネオジム磁石がつくか試してみましょう。じゃん。あ、つかない。全然つきません。なので、磁性がないやつなんですね。ただ、このね、表面のこの光沢感と、あと硬い感じですね。これは、ステンレスっぽいですね。ステンレスのこういうね、アクセサリーなんじゃないかなと思います。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。またパワーストーンブレスレットみたいなのが出てきました。でもね、なんかここかなりなんかナチュラル感のあるのがついていますね。これ拡大して見ていきましょう。じゃじゃーん。はい。このね、形がね、揃ってない感じの石は、なんか天然石っぽいです。ぎゅーっと拡大しますと、こんな感じでね、
内包物が確認できます。はい、これ水晶とかなのかな。なんかそんな感じがします。はい。ではお隣ですね、こんな感じでパーツがついていて、なんとも言えないね、オレンジ色のなんか玉がついています。これはちょっとわかんないですね。メノっぽいのか、それとも、なんかが人工的に作ったものなのか、ちょっとわかんないです。で、これ来ると今度ね、こっちは細かくカットされた、こんな感じのね、玉がついてるんですけれども、ちょっと欠けちゃってますね。ここです。ここね、こんな感じで欠けちゃってて、中のね、なんかツヤツヤ感がちょっと、なんかガラス割れた時の感じに似ています。なのでこれ、自然素材と人工的な素材をこんな感じでね、組み合わせたブレスレットなんじゃないかなと思います。この中で天然石っぽいのはやっぱりね、さっきのどこさっきのこの部分だけなんじゃないかなと思うんですね。はい、形もなんかナチュラルっぽい、丸がねこう潰れたような感じになってますので、はい、そんな感じのね、複合的なやつなんですけれども、こういうねブレスレットでした。はい、では次行ってみましょう。次は何か、またブローチあった。じゃあブローチ行ってみましょう。じゃん。これあれですね、なんかね、モスアゲートっぽくなってます。あとここ、レリーフみたいなのついてますね。なんか刻印らしきものが見える。これはね、早速、拡大して見てみましょう。じゃーん。これはもしかして、どうだろうな。モスアゲートっぽいんですよね。この中にね、なんか入ってる感じと、模様、これ多分ね、コケメノウとかって言われるモスアゲートだと思います。はい、なんかこういろいろ入ってますね。こんな感じの、なんか海藻とか海苔がね、入ってるような感じの石なんですけれども、あと気になったのはここですね。この模様ですね。レリーフのようなね、模様が結構細かく入っています。あと裏返した時のじゃん、この刻印ですね。さっきちょっと見えたんですけれども、ここにねなんか書いてあるんですね。無気力か。はい、拡大してみます。シルバーって刻印がついています。はい、なので、銀の可能性がね非常に高いんではないかなというブローチが出てきました。じゃん。この綿棒の空き箱に入れておきます。ちょっとずつ溜まっていきます。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。じゃんじゃかな。じゃん。これも結構なんかこうやるとキラキラな感じの、緑色のなんか指輪ですね。ちょっとサイズ感どうかな。こんな感じの指輪が出てきました。ではね、じゃん、このエジボでサイズの方を測ってみます。サイズはだいたいですね、この12号ぐらいですね。ではこちら拡大して見てみましょう。じゃーん、この
独特なね、なんか緑の石なんですけれども、透明感は全然ないです。中がほとんど見えない。だけれども、こんな感じでね、表面がカットされています。はい、結構このカットのね、エッジの感じからはちょっとね、硬そうな感じなんですけれども、はい、次は素材の方を見ていきましょう。まずはね、この周りから、脇石みたいなのがね、ついてます。もうちょっと拡大してみましょう。ライスストーンみたいなのがね、くっついてますね。はい。で、素材を示す刻印の方を探してみましょう。こんな感じでね。じゃじゃーん。これは 18K にちょっと見えますね。でもなんか色がなんかすごい怪しいです。ちょっとこれは、どうなんでしょうか。じゃーん。これは人類の古代より伝わりし試金石です。こんな感じの黒い板にね、こう削って、昔の人は金とか銀とかそういったものを見極めてきました。なので、こちらの、刻印はね、なんか 18K に見えるんですけれど、色の方がなんかかなり独特なね、ちょっと黄色っぽい色をしてるので、ちょっとね、この試金石に削って計算の方をしてみたいと思います。はい。じゃん、こんな感じでゴリゴリっと削ります。はい。で、ここにね、削り跡が今できました。はい、拡大して見てみましょう。こちらですね、削り跡の方がこんな感じで載っています。黒いね、下地にこすってるんで、なんとなくね、黄色というかちょっと赤みがちょっと見えますね。はい。では、この削り跡のところにちょびっとね、テスターの方をつけていきます。じゃん。いきなりこんな感じになってしまったんですが、はい。この削り跡の方ね、消えちゃいましたね。なので、金とかではないと思うんですね。はい。ちょっともうちょっと削ってみましょう。ゴリゴリと削ってみて。ちょっとどうだろうな。こんな感じでね、もうちょっと削ってみたんですけれども、なんでしょうね。ちょっと部分的に、前の削り跡とかぶっちゃったんですかね。ちょっと分かりづらい状態になってしまいました。なので、これ直接ね、つけてみます。はい、これもう分かりやすいやつですね。こんな感じです。これ緑色のね、6章というのが出てしまいました。これは、普通にメッキ製品です。メッキの下の方の素材が反応してしまっている状態です。なので、銅とか真鍮とかそういった合金の素材にメッキをかけたものだと思われます。ちょっとね、紛らわしい変な刻印ついてたんですけれども、こんな感じですね。削った後と、元のね、金色の色と全然違いますね。そんな感じの、ちょっとね、この刻印がなければ別にいいんですけれども、こんな感じになっちゃってるんで、これもメッキくずとして、処分しちゃうのかなと思われます。ただね、この緑色の石なんですけれども、さっきね、透明感全くないって言ったんですが、場所によってね、こうやって拡大してみると、
うっすらね、黒っぽいなんか見えたりします。なので、もしかしたらね、この石はネフライト、ちょっと黒くなってますね。ネフライトなのかなという感じです。なので、ちょっとそういう、紛らわしい刻印がついた指輪でした。では、次行ってみましょう。じゃん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 。はい、こんな感じの指輪出てきました。はい、なんかキラキラです。はい、ではこちらも見ていきましょう。じゃん。はい、こんな感じのね、たくさんのキラキラね、光を反射するライスストーンみたいな石がいっぱいついています。はい、この色の感じからすると、ブロンズ系のね、色をしています。で、サイズの方がね、微妙にこの伸びる、フリーではないんですけれども、ちょっとぐらい広げてね、調整できる、お得な仕様になっています。この指輪。イメージとすると、アンティークっぽいね、このタガネの模様みたいなのが再現されていて、古い感じになってるんですけれども、このライスストーンみたいなやつがね、接着で留められてる感じとか、あとはこういうね、量産品のようなね、工場で大量に作った感じから、現代型のそういうデザイン、古い感じのデザインを模した、リングなのかなと思います。はい、こんな感じの指輪出てきました。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。じゃん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 。なんかまた不思議なこの緑色の石がついた謎のネックレスが出てきました。ここなんかね、ちょっとね、タイガーアイのシャトヤンシみたいになってます。はい、ではこちら見ていきましょう。はい、こんな感じのネックレス出てきました。はい、では拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じのね、緑色の石がついています。なんかね、この金色の感じが、さっきのね、この、このね、ペンダントのこの銀じゃないかって言ってたやつに似た感じね、傷がいっぱいあって似ています。なのでこれ銀なのかなと思って見ているんですが、この緑色の石ですね、この設置の仕方が、接着剤でこうペタってくっつけたような感じになってるんですね。なのでその辺の違和感と、あとはこの透明ではないですね。緑のこの石の感じがね、なんか人工的な合成された石のように見えます。このね、反応です。光の反応ですね。シャトヤンシンみたいになっているのを、再現した人工的な石なのかなと思います。ただね、この金属パーツの部分がかなりね、いい感じなんですよね。このなんかシルバーアクセサリーっぽいね、感じなので、ただね、ここ、引き輪がなんか違うんですよね、明らかに。色が違うのと、あと、元から違うものをつけたのか、それともメッキが剥げてしまって、この下地の真鍮の色が出ちゃったのかちょっとわかんないんですけれども、こんなに差があるものがついています。なのでこれ多分銀みたいなんだけど多分銀じゃないと思うんですよね。で、あとここの刻印ですね。裏側になんか書いてあるんですけれども、
ちょっと読めないんですよね。こんな感じです。ここがね、ずれちゃってるのかな。これが B だったらブリテンって多分グレートブリテンのブリテンなんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとこの刻印もね、なんかかすれたようになってしまってます。はい、なのでかなりね、デザイン的にも感じなんですけれども、まあ、銀のね、メッキをしたものなんじゃないかなと思います。ちょっとね、緑色の感じも出ちゃってるところもあるし、まあ、パーツがそもそも違うというのもあるので、まあ、そんな感じの謎のお品物でした。では次行ってみましょう。次は何か、なんかこれ綺麗だ。じゃーん、この光がね、当たると不思議とね、こんな風に見えるペンダントトップですね。はい、なんか出てきました。ではこれね、拡大して見ていきましょう。見た感じ、結構綺麗なんですけれども、はい、こちら。オパールの有色効果みたいなのが確認できます。見てください。こんな感じでね、かなり綺麗です。はい、これ、オパールなのかなって思ったんですが、このね、ここ、ちょっと見づらいんですけど、ここね、この紫っぽいなんか変なのが見えてますね。これはね、ちょっと過去に見たオパールではない特徴の一つです。で、こうやって横から見るとね、でもいい感じなんですよね。ほら。綺麗ですね。有色効果、オパールの有色効果にそっくりなんですね。で、裏返すと、まあ、素材を示す刻印は特に見当たりませんでした。でね、このひっくり返してこうやって見るとね、なんかね、これ裏側だけ違うんですね。なので、これ、合成石か、貼り合わせなのかなと思います。この斜めから見てもね、全然、ここですね、このスライドしたような成長線みたいなのがこうやってやると見えるんですけれども、これがね、なんていうのかな、切片みたいな、このちっちゃなね、かけらがいっぱい入ってるような、で、この斜めの線ですね。が、なんか怪しい感じが強いです。特にこの人工的な印象が、このまっすぐの線のところにあるので、まあ、何かしらの方法で作ったやつなのかなと思います。あと紫ですね。このなんか独特な紫が出てる感じも、まあ、普通のね、オパールとかではあんまり見かけないかなという印象です。ね、裏返した時のなんか全然オパール感ないですし、これがだから貼り合わせ石とかなのか、まあ、合成したものなのか、ちょっとこれはわからないです。二重三重に、まあ、本物のオパールなんだけど、細かいやつをね、くっつけて作ったようなものともまた違うので、こんな感じで横から見るとね、余計わかんなくなっちゃう感じです。はい、そんな謎のね、なんか、合成オパールなのか、貼り合わせ石なのか何のかわかんないの出てきました。はい。では、本日はちょっとこの辺で、発掘の方を一旦終了いたします。ではね、今日出てきたもののおさらいをします。はい。じゃーん。はい、こんな感じのが出てきました。こんなね、ごっつい、でっかい石みたいのついた亀さんだとか、あとはね、まあ、やっぱ気になったのはこれですね。この謎のね、オパールっぽいやつと、あとね、まあ、非常に残念だったんですけれども、この
指輪ですね。はい、メッキでした。はい、それと、あとですね、こちら。はい、こんな感じのブレスレットが発掘されました。はい。今後もですね、こんな感じの動画を作っていきます。もし良かったと思った方はぜひですね、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。